というわけで、皆さんどうも奥草音でございます。ちょっと前にソニーの E マウント 85mm のレンズを比較する動画を公開してるんですけど、そこで紹介したのは、お値段が、そこそこするけど、抜群の描写力のソニー GM1、2で、意外とコスパの高かったソニーの無印で、非常にバランスの取れたシグマ 85mm アートと、人気のね4本の 85mm のレンズを紹介しました。そして今日はね、また新しい 85mm を皆さんに一つ紹介したいと思うんですが、それがこちらのシルイのオーロラという 85mmF1.4 オートフォーカス対応のフルサイズ用のレンズとなっております。日本のレンズメーカーってすごく真面目な写りをする一方で、中国のメーカーって結構コスパが高くて、でユニークな写りをするレンズがすごくね個人的には多い印象なんですけれども、果たしてこのねシルイの 85mm はどうなのかということを今日は見ていきたいなと思います。ではこちらお値段がですね699ドル、日本円だと現時点のレートで10万円ちょっととなっていて、価格帯的にはですねこっちのシグマの 85mm が近いですね。で外観を見ていくと金属製のボディで質感は非常に高く、全長は 102mm、レンズ径は 80.3mm となっていて、これまで紹介した開放 F1.4 の 85mm の中では最もスリムになっています。フィルター径もソニーの GM やシグマの 77mm に対してこっちは 67mm となってます。そしてね重量もなんと 600g を切る 536g となっていて、 623g のシグマよりもね結構軽くなってます。でレンズボディにはフォーカスリングと絞りリングが備わっていて、フォーカスリングの切り替えスイッチ、カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン、絞りクリックの切り替えスイッチがついています。フォーカスリングはね非常に滑らかな感じがするんですけど、絞りリングに関してはちょっと軽めな印象ではありますね。で大事なのはねやっぱり写りということで、そちらも見ていきたいなと思うんですが、まずはこちら解像感をねチェックしてみると、左がシルイで右がシグマで、どちらも開放 F1.4 で撮影してます。こうして比べるとシグマはねかなりシャープですが、シルイのレンズは中央部分がね結構ソフトな写りをしています。そしてね外側を見てもやっぱりねこちらも少しぽやっとしてますよね。ソニーの無印と比べても同様ですね。というかソニーの無印はだいぶシアン寄りの色ですね、こうやって見ると。で次はね絞って F5.6 なんですけど、普段はねだいたいこれくらい絞れば中央部分はパリッとするんですけど、このシルイはというとあまり変わらずですね。でこれがシルイで撮った実際の写真なんですけれども、先ほどはソフトな写りと言いましたが、実際に引いてみるとソフトでもう絵全体がぽやぽやとか、そういったね印象はそこまで感じません。で中央部分にグッと寄ってみると分かりますかね、このハイライトの部分が少し柔らかくなっていますよね。これはね個人的にはすごく好きな感じの写りですね。そしてちょっとこの上の枝の部分を見てみると、これはね結構フリンジが盛大に出ているので、現像時に少しね調整した方が良さげかもしれません。でちなみにちょっとこれは持論なんですけど、レンズに関してはシャープであればあるほど良いレンズっていうわけじゃないと思ってて、確かにシャープなレンズっていうのは非常に高額なんですけど、それは何もいいレンズだからいい写真が撮れるから高額とかっていうわけじゃなくて、単純にそういったレンズの設計製造のコスト面で高額になっているんだと思ってます。シャープな写りも、ソフトな写りっていうのも写真の中のただのパラメータの一つなので、甘い卵焼きとしょっぱい卵焼きどっちが好みかっていうだけで正解なんてないし、甘いのが食べたい日もあればしょっぱいのが食べたい日もあるっていうだけかなと思ってます。そしてね、ソフトな写りといえば女性ポートレートとの相性はすごくバッチリで、こんな感じのねフィルムルックなテイストに仕上げるならシルイの 85mm は非常に相性がいいかなと思います。でこれらの写真はね全部レンズフィルターは特につけてないです。それでも光がねすごく柔らかく表現できるので、日の高いね日中なんかでも結構撮りやすいレンズなんじゃないかなと思います。そしてね日が傾いてきた夕方にはさらにねこのレンズの味が出てきて、
強い日差しをこうレンズにうまいこと入れて撮ることによって、コントラストがぐっと下がって淡い感じの、あとこの虹がかかったようなゴーストが出ます。こういったシチュエーションではさながらねオールドレンズのようなちょっと写りを楽しむことができます。フレアとゴーストのパターンを見てみると、こんな感じになってます。でそしてね、なんといってもシルイのオーロラはオートフォーカスに対応しているので、オートフォーカスのね速度もチェックしてみました。こんな感じでね、爆速っていうわけではないので、スポーツとかで使うのはちょっと難しいかもしれないんですけど、それでもシグマのレンズよりかはオートフォーカスは速いです。フォーカスの移動量が多いと写真を撮っててシャッターをねこう半押しすると少しねワンテンポ遅れるかなっていう感じはあるんですけど、同じ被写体にねこうフォーカスを合わせようとして何度も半押ししてるような限りではフォーカスが暴れるとか、すごく遅いとか、そういったことを感じることはないので、普通にねポートレートなんかで撮影するときはすごくね精度が高く全然十分使用できるかなと思いました。はい、というわけでね、このシルイのオーロラ 85mmF1.4 なんですけど、いやなかなかね面白い写りをするレンズだなと思いました。現代のねレンズはどれもこう光学性能を突き詰めすぎてて、こう似たり寄ったりというか、面白みがないというか、もっとねこう味わい深い写真が撮りたい、でもオートフォーカスは欲しいという方にはねすごくぴったりなレンズかなと思います。でさらに最初にも言った通り、これねボディ自体もかなり軽い部類に入ると思ってて、ソニーの無印 85mm の371g にはかなわないんですけど、でもあっちは F1.8 でこっちは F1.4 ですから、開放 F1.4 で85mmで 500g 台っていうと、しかもねオートフォーカスが使えてっていうと、ほんとね相当軽い部類に入ると思うので、これだったらお散歩レンズとしてもう中望遠でスナップを楽しみたいとか、そういった場合にもねすごくこう気軽に持ち出せるんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけでね本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。風が吹くと葉っぱがいっぱい落ちてきて綺麗だよね。あげろる。お、あの木はだいぶ赤いね、葉っぱが。もっと鮮やかなイメージあるよね。光が入ってくると全然違う。そりゃそうか。急に日が出てきた。よかった。クリームパンでクリームパン食べてる。見て、綺麗だぞ葉っぱが。うわ、これ後ろにも葉っぱ落ちてきてるかな。綺麗。わあ、すごいすごい。あ、取れた取れた。手邪魔って言われた。いい感じの風が吹いたね。今見てた？私キャッチできたんだよ、落ち葉。で取れたって見せてたら手邪魔。それそう、手邪魔あれなんだ。私がさ、このサイズで見てるから全然見えない確かにお腹出てるね。